それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、この冬あなたが新しく出会う人の特徴について見ていきます。その方にどんな印象を抱くのか、お二人はどのようになっていくのかっていうのを見ていきます。よろしくお願いします。はい、ではまずはトランスペアレントオラクルカード、こちらからもカードのメッセージもらっていきます。まずこちらに出しているカードっていうのがお互いのそれぞれの印象について出しています。後で詳しく見ていきましょう。恋人たちのカードが入っていますね。こちらがあなたが見たお相手への印象、こちらがお相手側から見たあなたの印象です。ペンタクルクイーン、いいですね。そしてこちらにもうすでにこの新しく出会う方の特徴について出しています。はい、新しく出会う方、またはこの冬あなたに急接近する方の特徴です。場所やイニシャル、星座、可能性の高い星座なども出していますので参考にしてください。今回たくさんオラクルカード出して見ていっています。まず見ていきましょう。ウラヌスのカードですね。はい、そしてヨギックパスからも出しています。あとコミュニケーション、はい、ラブオラクルからはコミュニケーションと冒険、そしてサファイア、体を再生する、ソウルメイト、そしてルノルマンは紳士のカードです。はい、このお相手からの積極的なアプローチっていうのがありそうな予感ですね。急接近してくる、新しく出会うとしてもこの方から最初に声をかけてきてくれるっていうようなイメージが入ってきます。この冬あなたの人生に輝きをもたらす特別な人との出会いが待っています。その人の存在はあなたに新しい視点を与え、内面からの成長を促してくれるでしょう。その人の性格は独創的で自由な発想を持つタイプです。社会の常識にとらわれず、自分の信じる道を進む大胆さがあり、周囲を驚かせるような新しいアイディアを生み出すでしょう。その人は繊細さと情熱を兼ね添え、人の心を深く理解する力を持っています。そのため、あなたの考えや価値観に優しく寄り添ってくれながら、新しい世界観を見せてくれるでしょう。外見は上品で洗練された雰囲気が印象的です。目には知性と好奇心が宿り、どこか神秘的な魅力を感じさせます。冬らしい落ち着いた色の服装を好み、シンプルでありながら個性を感じさせるスタイルが特徴的です。笑顔は穏やかであなたに安心感を与えるでしょう。可能性の高い職業です。まず新しい何かを生み出す力をこの方持っていらっしゃるので、この創造性を生かす職業についている可能性が高いです。デザイナー、プログラマー、研究者、アーティスト、あるいは自由な働き方をしている人かもしれません。その人の仕事には情熱や目的が強く反映されていて、それがあなたにもいい影響を与えると思います。可能性の高いイニシャルと星座です。イニシャルは A、S、R、M が含まれている可能性が高いです。星座は天王星が支配する水亀座、または革新を象徴する双子座や射手座である可能性が高いと思います。出会う場所です。その人と出会うのは普段あなたが訪れないような場所かもしれません。特に静かな自然の中や知的な空間、美術館や図書館、またはギャラリーの中での出会いが期待できます。またカフェの可能性も高いかもしれません。カフェや結婚式など人が集まるような場所も可能性が高いです。冬らしいイベントや新しい趣味の場で偶然隣に座ったり会話が始まることもあるでしょう。お相手から声をかけてくる可能性が高いです。はい、この方との未来、どんな可能性が待っているのか、
そのあたりも踏まえて、まずお互いの印象から見ていきましょう。あなたがまず感じる印象っていうのが、お相手、これアーティストのカードなんですね。なので、例えば色彩センス豊かだなとか、独特の感性を持っていたりとか、まず華やかな方、目立つ方、あなたにとってそのように感じるっていうのが入ってくるんですね。パキッとしているかもしれない。柔らかめというよりは、クールで上品で洗練されたセンスの持ち主っていうような感じがします。あとは独特な趣味を持っていたりとか、または共通の趣味の場所で出会うような可能性も高いです。こちらも同じくコミュニケーションのカードが入ってきていて、調和と結びつき、恋人たちのカードです。この人と一緒にいると楽しいなっていう気持ちにあなたがなるんじゃないかなっていう、まず第一印象ですね。はっと目を引くような外見をされていると思います。話をしてみたら意気投合したり、同じ趣味を持っていたりとかして盛り上がる、一緒にいて楽しいとか、一目惚れっていう可能性も高いです。もうラバーズのカードなので、この人と一緒にいるとドキドキする、安心感、そういうのも芽生えやすいような、なんかこう通じ合うようなものがすぐ生まれてきそうな、そんな感覚になると思います。一方、お相手の方はあなたにどんな印象を抱くのかといったら、心温かい女性とあります。ご覧いただいている方が男性の方でも、あなたが心温かい人なんだなっていうふうにお相手が見てくれているっていうことです。はい、寛大で穏やか、優しい、明るく自然体、そう、自然体だなっていうふうに思う。そしてあなたがやはり趣味を持っているっていうのを感じるんですね。手作業です。ハンドメイドだったりとか、手を使った趣味だと思うんですね。耳で音楽を聴くとかじゃなくて、音楽だとしても手で奏でる方なんじゃないかなと思います。あとは何か書いていたり、絵とか詩を書いていたり、小説を書いていたりとか、ハンドメイドですね、ぬいぐるみとか何かを作っているような、そんな趣味をあなたが持っているんじゃないかなと思います。でその趣味をいいなっていうふうに思ってくださったりとか、あとアドバイスをくれるかもしれない。あなたがハンドメイドしていたら、その趣味とってもセンスがいいから、ぜひそれを商売にしてみないかっていうふうに持ちかけてくれるような人かもしれませんね。あなたの才能を見出してくれるような可能性があると思います。はい。そしてすごく温かい人だなっていうのをまず感じるっていうことと、あなたと一緒にいると落ち着くっていうのも感じてくれるようですね。そしてこちら、持久力を表す砂浜のカードが入っています。なので心の広い方とか温かい方とか、あとはこの砂浜が表す通り持久力、あなたはすぐ物事を投げ出すような人じゃないんじゃないか、内面をよく見ているっていう感じがします。この方、あなたの外見ももちろん自分の恋愛対象に入っているし、そして内面を重視する方だと思う、この方が。だからあなたの性格、内面の美しさっていうところをよく見ているなっていうのを感じました。はい、ということでお互いの印象を見ていったので、この後お二人の可能性を踏まえて、あとタロットカードも出していきながら見ていこうと思います。落ち着いているっていうのを、この方にも感じるし、あなたが、私逆にお相手も感じるんです。つまり波長が合うっていうことなんじゃないかなと思うんですね。またこのお相手の自由な発想とか、あとは物事を変化させる力とかですねに、あなたが素敵だなっていうふうに思うかもしれません。まさにソウルメイトのカードも入っているので、魂のつながり、共通点が多いんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、こちらがこのお相手の特徴など、イニシャルなども出しましたので参考にしてください。そうですね。ではタロットカードでまた詳しく見ていきましょう。はい、では見ていきましょう。少しカードを広げて見ていきます。必要であればルノルマンカードで補足もらっていこうと思いますね。はい、まず急激な、急接近、動き、急展開っていうのが見られるでしょう。
その後に、少し距離を縮めていくまで時間がかかる。初めバチンと出会ったりとか意気投合するんですが、そこからじゃあいざ交際とかお互いの思いを伝え合うまでに少しだけ時間がかかるよっていうのが言われています。また新しい視点をもたらしてくれる方なので、この方との出会いによってあなたのものの見方が変わるとか、まさに理想の相手で、あなたがこの方と一緒にいると自分に自信がついたりとか、自分の人生がまるで変わっていくかのような経験をされる、今までしたことないような経験をされるんじゃないかなっていうのが出てきています。では見ていきましょう。もう少しお相手もあなたにとってとても理想の相手だと、お互いがそう思えるんだっていうカップの9番が入ってきています。お互いが相思相愛でいられるような、しかしその一方でネガティブになりすぎないようにっていうソードの9番も入ってきています。お二人が同じ場所に向かっていくからこそ、二人が結びついていくからこそ訪れる葛藤とか喜び、同時に味わっていくような、そんなお二人だと思います。いろんなことを経験するんだと、この出会いを通じて。その中で優しい気持ちや二人で決めていく、二人で話し合って決めていこうねとか、お互いのコミュニケーションを大切にし合いながらやっていきましょうとか、そういうことでお互い仲良く、どうやったら仲良くコミュニケーション交わし合いながらやっていけるかなっていうことを常に考えていけるような、そんなお二人の相性だし、そんな流れになっていくと思います。素晴らしいですね。あともう少し未来に対する準備、対策、例えばすごく意気投合するのですぐに同棲しようかとか交際っていうところまで発展しそうな感じもするんですね。その時に準備はできてるかなってことで一旦立ち止まって、どうだろう、経済状況だったりとか、お互いが同棲するにあたって金銭面のことだったりとか、お仕事のところ、職場の場所、移動距離とか、そういう妥協点を見つけることだったり、準備することもとても大切ですよっていうふうに言われています。気持ちがすごく盛り上がるので、嬉しいことがすごくたくさんあるし、お二人で一緒にいると初めて経験することもいろいろあって、ますます自分の経験、人生が豊かになっていくような、そんな気持ちになるんですね。だから早く一緒になりたいとか、もっとずっと一緒にいたいとか、そういう気持ちがどんどん高まっていきます。はい、とても素晴らしい流れです。2人が一緒になるまでもうあとすぐそこまで来るよっていうふうに言われています。ただしそれは1ヶ月2ヶ月ですぐに同棲とか結婚とかそこまではいかないけど、時間かかる、もうちょっと時間かかるけど、確実にお二人のステージが上がっていくような、そんな関係性、交際がスタートするよっていうふうに言われています。はい、ということでここはゆっくりとお相手の気持ちを汲み取っていきながら、その何がね、ここなんですね。時々その不安になってしまう時もあるだろうって、嬉しいこともすごくあるんですよ。実現していくこともたくさん、叶っていくこともたくさんあるから嬉しい気持ちもすっごくいっぱいあるんだけど、その中で将来に対する不安だったりとか、あとは時々なんですが、お相手に甘えすぎてしまったりとか、コミュニケーションのバランスですねが少し取りづらくなる時も時々出てきます。その時にネガティブになりすぎないようにねっていう風にカードが出てきています。ソードの9番は自分で自分のことを責めてしまったり悩みすぎてしまったりする、現実的に起きていないことをまるで現実起きるんじゃないかっていう不安でいっぱいになってしまうようなカードなので、そうならないようにねっていう風に思いやりを持ってお互い接していきましょうっていう風に入っています。特に物事が停滞しやすいなって思い始めた時にネガティブになりやすくなってしまうかもしれないので、そういう時はお互い支え合っていけるといいよねっていうような、そういうお気持ちでいられるといいと思いますね。あとは周りと自分を比べないことだったりとか、周りというのはお相手ではなくて自分のお友達だったりとか、もっと外の世界の周りですね。もうちょっと切っていきましょう。ゆっくりと落ち着いて考えていけばおのずと答えは見えてきますとカードは告げています。失礼しました。はい、ではもう一度切り直していきます。物事は急激に動いていきそうですね。
急接近または新しい出会いで急速に仲が良くなるとか、もう少しもらっていきましょう。レターのカードですね。あとここにももらっていきます。はい、狐のカードです。そうですね。はい、ブックのカード、こちらから、メッセージをもらっていきましょう。まずはそのお相手とうまくその進展しないなとか、そうですね、なんか早く、例えば交際したいのにとか、あなたの思い通りに物事が運びづらくなってきた時こそ、お互いの気持ちを伝え合うタイミングですというふうに見てください。それはレターのカードなので直接言葉で交わし合ってもいいんですが、お手紙とかメールにして気持ちを伝えたりとかするような時間が訪れると思います。その時間を大切にしてください。投げやりにメールを送ったりとかもせずに、丁寧に丁寧に積み重ねていくことが大切です。忍耐のカードなんですね、吊るされた男っていうのは。なので今この時がじっと耐える時、丁寧に取り組んでいく時なんだっていうふうに思ってください。耐えるっていうと何かじゃああるのかって言ったらそうではなくて、カードの流れはすごく素晴らしい流れになっているので、そうですね、何かあるとするんだったら不安な思いとか、相手が何を考えているのか時々わからなくなってしまうとか、またはお仕事ですれ違ってしまう、時間が合わないとか、これだけ相性がいいのにじゃあうまくいかない原因って何だろうってなった時に、職場が例えば離れているとか、会う時間が少ないとか、そういうことかもしれません。なので時々お相手が何をやってるんだろう、何を思ってるんだろうっていうふうに思ってしまうような時、特にネガティブな感じになってしまう時っていうのは、メールを送ったり手紙を送ったりとかして、または自分時間を大切にすることもいいでしょう。そしたら新しい視点を持って物事に取り組むことができるかもしれない、ネガティブな思いを断ち切ることができるかもしれないので、そういう時はゆっくり瞑想したりとか、おうち時間を楽しむっていう風に決めるとかもいいと思います。そしてブックのカードも出てきていますね。自分たちの本心をしっかりと話し合うことっていうのがアドバイスで入ってきています。見えないなとか伝えづらいなって思ったことは、メールやお手紙にして伝え合ったりとか、隠し事をしない、正直に話す、不安な時は不安だよとか、例えば今落ち込んでるんだよねとか、そういうことを常に話していくとお相手も同じように響いてくれると思います。はい、あとはですね、こちらブックのカードっていうのは吸収する、学びとか知識を得るっていうことも出てきています。現れているので、お相手ともっと仲良くなるために情報を得るっていうこともいいと思うし、新しい学びの場でまたお相手とさらに絆が深まるようなこともあると思う。一緒に習い事を始めたり趣味を始めたりするのかもしれません。このようなキーワードも出てきていました。あとは未来に待っている可能性について見ていきましょう。この方との出会いはただの偶然ではなく必然というふうにお互いが思うでしょう。最初の印象は穏やかでも、時間とともにお互いの深いつながりに気がつくことができます。あなたの世界が広がっていき、自分自身をもっと好きになるような関係が育まれていきます。ソウルメイトのような深い絆を感じるお相手であり、お互いに支え合いながら成長していくでしょう。この冬は自分自身の感覚を大切にして、心をオープンにして過ごしてください。運命の人との出会いがあなたの人生をより鮮やかに彩っていきます。はい、ということで日常に彩りが生まれてきそうです。あとはですね、お選びいただいたオラケルカード、こちらからもメッセージをもらっていきましょう。虹と一緒に楽しもうというカードです。私たちの生活には美しさが必要でしょう。虹は科学的に説明できますが、それでもどこか特別で魅力的な存在です。昔から虹のそばで踊ると美しさに包まれて願いが叶うと言われてきました。ぜひその気分を味わってみましょう。虹を描き、彩っていいですよ。ペンや色鉛筆などで虹を描いて、お気に入りの音楽をかけて流れに乗って楽しく体を動かしてみましょう。ダンスですね。リズムに乗って夢中になってきたら、心の中で願い事をかけてみてください。楽しむことが一番大事だとこのカードは告げています。
好きなだけ踊って素敵な時間を過ごしてください。そうするとあなたの心の中に余裕と楽しさが生まれてくるでしょう。ぜひあなたの人生に愛とハッピーと美しさをというカードでした。こちらからのメッセージもお受け取りください。今回はこの冬あなたと新しく出会う人または急接近する人の特徴、そしてお互いの印象やこれからの流れについてお伝えしていきました。より良いものとなっていきますように応援しています。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはこの冬あなたと出会う人または急接近する人の特徴についてお伝えしていきます。よろしくお願いします。トランスペアレントオラクルカード、そしてタロットカードを使ってまず最初にカードを出していきます。はい、では見ていきましょう。ここねパキッと出ています。こちらがあなたから見たお相手の印象、こちらがお相手から見たあなたの印象として、そうですね、後からお伝えしていきましょう。いや、ここねお互いそれぞれはっきりと出てきているなというふうに感じました。はい、まずはこちらの先にお出ししているオラクルカードからお相手の特徴についてお伝えしていきます。はい、まずはルノルマンカードで出していますコウノトリのカードです。あとはですね、こちら天秤座のカードです。そしてラブオラクルからは心を開く、そして才能と、あと思案、自信を持つ、そしてこちらのカード、なんか爽やかなカードですね。爽やかなイメージがすごく入ってきます。こちらからその新しく出会う方または急接近する方の特徴についてお伝えしていきます。可能性の高い星座やイニシャルも踏まえて見ていきます。この冬あなたが出会う運命の人について、その人は天秤座、そうですね、このカードが強く出てきているので、天秤座特有の調和を大切にする穏やかで優雅な性格なのかなと思いました。争い事を避け、常に平和を求める姿勢が印象的です。相手の話をじっくりと聞いて、どんな状況でも冷静に判断することができるため、あなたにとって心の安らぎをもたらしてくれるでしょう。また繊細で優しい心を持ちながらも芯のある決断力を秘めています。時々優柔不断な一面を見せることもありますが、それはあなたとの関係をより良いものにしようとする真剣さの表れです。この方の外見は洗練された美しさが特徴です。柔らかい笑顔と整った顔立ちが印象的。目元に独特の魅力を感じるでしょう。髪はきちんと手入れされており、肌は清潔感があります。特に淡いブルーやシルバーなど寒色系の服を好むことが多く、全体的にクールで上品な雰囲気を漂わせています。身長は中肉中背、すらりとした体型が特徴的です。可能性の高い職業です。芸術やデザイン、ファッション、または法律関係の職業に携わっている可能性が高いです。特に美意識や調和を必要とする仕事に情熱を注いでいるようです。例えばグラフィックデザイナー、スタイリスト、建築家、あるいは外交的な職業にも向いているでしょう。この職業はその人が持つ天秤座の特質、美しさとバランスを求める心を強く反映していると思われます。この方の可能性の高いイニシャルと星座です。名前のイニシャルには L、A、T、S のいずれかが含まれている可能性があります。星座は天秤座が本命ですが、
双子座や水亀座といった同じ風のエレメントを持つ星座であることも考えられます。これらの星座は知的で社交的な性質が共通点ですので、会話が楽しく広がっていくでしょう。次に出会う場所について。この方とは静かなカフェや美術館、または冬のイルミネーションが輝く街並みで出会う可能性があります。特に人が多すぎない落ち着いた空間で自然と会話が弾むような状況が訪れるでしょう。また共通の友人を介して紹介されることも考えられます。ルノルマンカードのコウノトリは変化や移動、誕生を象徴するため、変化が起こりやすい場所がイメージされます。旅先や駅、空港、引っ越し先なども可能性が高いでしょう。冬の澄んだ空気と光があなたの新しいご縁を包み込み、ロマンチックな出会いの瞬間を演出してくれるはずです。そしてお互いの印象、出会った時の印象、またはこの冬急接近する時にどんなことを感じるのか。まずあなたから見たお相手の印象です。こちらコミュニケーションを表す水星のカードが入ってきているのと、あとこちらソードの4番、同じこちらも思考やコミュニケーションなどを表すソードのカードなんですが、まずこの方がコミュニケーション力があるということなんですけど、出会った瞬間は休息なんですね。この方が止まっている、例えば体調を崩していたりとか悩んでいたりとか、お家の中にこもりがちな時に出会うのかなと思いました。休養して心身を癒している時なので、もともとはコミュニケーション活発的に潤滑に軽やかに動いていくような方なんですが、出会った瞬間は少しだけ動きが鈍かったりとかゆっくりしているかもしれません。悩みを抱えている可能性があるかなと思いました。はい、そしてあとは見た目的にはすなりとした体型なんじゃないかっていうことを中肉中背っていうふうにお伝えしたんですね。あとは瞳も特徴的で瞬きが多いようなイメージもします。あとは眠るのが好きとか、単純に眠るのが好きで、それが話題に上がるかもしれません。休みの日何してるっていう風な話題になった時に、私よく寝てるんですよみたいなことが話題に上がるかもしれませんね。そしてこのお相手が感じるあなたの印象なんですが、これがとても素晴らしいです。始まりのカードが2枚入ってる。つまり一目惚れの可能性が高いかな、お相手がっていうふうに思いました。あとあなたがすごく純粋だっていうことをこのカード2枚が告げています。はい、あなたがすごく純粋に笑っていたりとか笑顔が特徴的っていう風にお相手が印象を持たれるのかなと思います。あとは考え方もユーモアがあって楽しいとか、独特な見方をしているなとか、あとはファッションセンスもいいなっていう風に思うと思います。どこかあなたが理想を描いているところもお相手に伝わっているんじゃないかなと思います。こうなりたいな、将来こういう風にしていきたいなっていうようなお話が上がるのかもしれません。また可能性っていうのをここお相手が感じているので、あなたとこれから先の未来を感じさせる何かご縁のようなものを感じるんじゃないかっていうことと、あとあなたの魅力に純粋に惹かれるよっていうのが出てきています。あなたにだったら自分の気持ち、本当の気持ちを打ち明けたいと思うようになるとか、あとはあなたが笑っているところを見ると癒されるとか、そういう印象を抱かれるんじゃないかなと思いました。はい、以上がこちら新しく出会う人または急接近する方の特徴についてお伝えしていきました。そうですね、コウノトリのカードも入っているので、お仕事やお互いのねお仕事が移動が多いお仕事だったり転勤だったりとか、または移動先で出会うとか、そういう可能性もあります。天候としては晴れ渡った時に出会うので、日中に出会う可能性が高いんじゃないかなと思いました。ではこの後お二人がどのように流れていくのかっていうのをタロットカードで出していこうと思います。はい、こちらで見ていきます。もし必要であれば補足で
ルノルマンを使っていこうと思います。まずここで言えるのは、結婚を視野に入れた交際がスタートするのではないかということです。お相手が特にあなたを求めている、アプローチしてくるんじゃないかなっていうこと、そして真面目な交際っていうのがこれから始まっていく予感がしますね。ここにカップの10とペンタクル10が入っているので、お互い結婚だったりとか、生涯のパートナーとしてっていうことで真剣交際が始まっていく可能性が高いでしょうというのがもう濃厚に出てきていますね。そしてフールのカードが2枚入ってるんですね。なのでもしかしたらその家族とかそこにこだわらずに一生2人でいられる関係性っていうことを求めていくかもしれません。形にこだわらないっていうのが出てくるかなと思います。古いしきたりとか伝統的なものからまた違う形で自分たちなりの道を選んでいくのかもしれません。ただどんな形であっても2人がこの生涯のパートナーとして真剣に交際していくっていうことは出てきています。はい、そして課題点のところがワンドの7番と対応策にワンドの9番っていうことで、ここちょっとルノルマンで補足もらっていこうと思います。つまりは2人が長い人生一緒に歩んでいくっていうことがもうお相手の中で覚悟決まってるよっていう風に出てきてるので、じゃあそうなった時にっていうことで、長い目で見た時に例えば不調を感じる時もあるだろう、好調に感じる時もあるだろう、そういう時に支え合っていくことっていうのが出てきているかなと思います。はい、道のカードですね。何かの選択や決断に迫られる時がやってくるだろう。ですがそれはコミュニケーション、お互いで話し合いながら、特にお相手コミュニケーション力が高いので、お相手の体力気力が回復している状態であればこの方に任せてもいいと思いますし、ちゃんと返事もくれるし真面目な方です。この方思考力もとても高いので、決断力もありますね。なので何かを決めてほしい時に迷わずに決めてくれることができると思う。中には時々優柔不断な面も見せる時もあるんですが、そのあたりはお互いカバーしていけばいいんじゃないかっていう風に出てきていますし、あなたもそうしようっていう風に思うので、その何か大きな障害があるとか苦しいなと思うことあるのかって言ったらないんじゃないかなと思うんですよね。重大な決断する時も2人で一緒に決断していける、そんな2人であるよっていう風に言われています。はい、素晴らしい流れです。時々悩んだ時があったり不調を抱えた時は都度見直していけばクリアしていけるようなことですよっていう風にカードから応援メッセージが入ってきています。未来の可能性どうなっていくのか、あなたとこの方の関係性というのは最初から穏やかで親密な空気に包まれていくでしょう。お互いに尊重し合い、共に新しい目標を見つけて歩んでいくような成熟した関係が築けるでしょう。その人との出会いはあなたの人生に新しい風を吹き込み、心を癒し成長をもたらしてくれます。この冬の出会いに向けて心を開いてありのままの自分でいることを心がけてみてください。愛と調和に満ちた未来があなたを待っています。はい、素晴らしい出会いが訪れそうです。または急接近っていう可能性もありますね。澄み渡った青空の下っていう感じがします。ではお選びいただいたオラクルカード、マジックサークル、魔法の円サークルですねっていうカードからメッセージをもらっていきます。魔法は自分自身から生み出されていき始まっていきます。魔法の円というのは古くから伝わる強力な魔法の一つです。自分の腕を広げた時に届くくらいの大きな円を作ってみましょう。頭の中で円をイメージしてもいいですし、貝殻、クリスタル、ハーブ、お花、ライト、チョーク、またはペイントを使って実際に目に見える形で円を描いてみてもいいでしょう。その円の中心に立って、ここが自分の魔法の始まる場所なんだと意識してみましょう。そこから魔法は始まっていきます。魔法、つまりはポジティブなエネルギーが生み出されていく、無限の可能性の魔法が生み出されていく。ぜひこのサークルの真ん中に立って、ここから始まっていくんだっていう風に感じてくださいというメッセージです。またフールのカードもここ出てきていたので、新しい始まり、つまりは新しい
交際だったり2人で歩んでいくことがスタートされるのかもしれません。そういうね予感がするようなカードが出てきていました。とても気持ちを通い合わせて2人でいることが幸せだっていうふうに実感できるような、そんなお二人の流れになると思いました。今回はこの冬出会う人または急接近する人の特徴についてお伝えしていきました。より良い未来となっていきますように応援しています。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、この冬あなたと新しく出会う人または急接近する方の特徴についてお伝えしていきます。よろしくお願いします。ではトランスペアレントオラクルカード、そしてタロットカードを使ってまずカードを展開していきます。はい、では見ていきましょう。こちらがあなたがお相手に感じる印象、こちらがお相手があなたに感じる印象として出しています。あとはまず最初にこの方の特徴についてお伝えしていきましょう。はい、見ていきます。ルノルマンカードは家のカードです。あとは土星のカード、恋に落ちる、ラブオラクルからは恋に落ちるというカードと、あと安心、翡翠色ジェード、行動を起こす、はい、あと薪を割るっていうカードと、こちらからこの方の特徴についてお伝えしていきます。この冬にあなたが出会う特別な人について、その出会いはまるで静かに降る雪のように自然でありながら心を震わせるものとなるでしょう。あなたが出会う人は静かな強さと穏やかな優しさを兼ね添えた人物です。土星の影響を受けているため責任感が強く、誠実で思慮深い性格が特徴的です。はい、あなたもそのように感じると思います。困難に直面してもそれを乗り越える力を持っており、その中にこそ美しさを見出すことができる人です。自分の成長を大切にしていて、心の豊かさを追求する姿があなたにとって深い尊敬を呼び起こすでしょう。この方の外見は落ち着いた魅力を放っています。整った顔立ちで、特に目元が印象的です。少し遠くを見つめるような視線には知性と深い感情が宿っています。全体的に洗練されたスタイルで、派手さはないもののシンプルで上品な装いが似合います。冬らしいウールのコートや柔らかいスカーフをまとい、寒い空の下でもどこか暖かさを感じさせる存在感を持っています。この方の職業について、規律や計画性が求められる仕事についている可能性が高いです。教育者や建築家、または金融関係の職業に携わっているかもしれません。人を導き支える立場にあり、どんな職業でも信頼される存在として周りから評価を受けているでしょう。可能性の高いイニシャルと星座です。名前には S、T、M のいずれかのイニシャルが含まれている可能性があります。星座はヤギ座もしくは天秤座の要素を持っているでしょう。この方は内なる強さと社交的な魅力を併せ持つ人物です。はい、可能性の高い出会う場所ですが、この特別な出会いは日常の中に潜んでいます。雪が舞う街中のカフェや静かな書店、もしくは冬のイベント会場など、自然体で過ごしている時に訪れるでしょう。あなたが普段から行く場所で偶然のように導かれる形で出会う可能性が高いです。例えば何気なく立ち寄った温かい明かりが灯っている空間で同じ本を手に取ったり、会話のきっかけが生まれる瞬間があるかもしれません。
こちらのルノルマンカードの家のカードというのは、安心感や安定、プライベートな領域を表します。家や建物、住宅街、安心を得られるプライベートな空間で出会う可能性もあるでしょう。はい、今回この方の特徴と、あとは可能性の高いイニシャルと星座についてお伝えしていきました。土星は課題を乗り越える力を持っていること、常に自分に目標を掲げている人などが特徴的かなと思います。あと責任を持っている、責任感のある方ですね。責任を持っているようなお仕事、立場にいられるかもしれません。責任感が求められるようなっていうことですね。はい、行動力もあります。はい、ではあとはこちらお互いの印象についてなんですが、あなたの中ではまさにこのお相手そのままの通りに映るでしょう。ペンタクルナイトです。堅実な青年とありますね。年齢的にはお相手の方がもしかしたら年上の可能性があるかもしれません。かもしくは同い年ぐらいだと思います。この方に対してとても真面目な方だなっていうふうに思うでしょう。節目がちなところが印象的。やはりカフェでくつろいでいる姿というか、くつろいではいないんですよね。油断してないんですよね、この人。常に何かをチェックしていたりとか、片手にスマホやタブレットなどを持ちながら新聞を持って常に情報収集をしています。忙しい人だなとか仕事熱心だなというふうに印象を受けるかもしれません。もうちょっとくつろいでもいいんじゃないのっていうふうにあなたが思うかもしれませんね。でもすごく真面目な方です。仕事熱心ですね。もしくは自分の夢目標に向かって今懸命に情報収集をしていたり勉強していたり資格を取ろうとしているのかもしれません。堅実な方です。責任感も強いでしょう。そしてこのお相手が感じるあなたの魅力、印象なんですが、逆に行動的な人だなとか活発で元気だなっていう風に思うみたいです。明るいなとかね、あと勇気がある人だっていう風にも思うみたいですね。馬のカードが出てるので、自分の夢目標のために向かって一生懸命取り組んでるなとか、実際に行動に起こしている、チャンスをものにする力があるなっていう風に思っていると思います。素直、そしてあなたが何かに夢中であるということ、そして純真、まっすぐな気持ちを持っているということ、そういうところに魅力やそうですね、印象を受けるようです。ということでお互いの印象を見ていった後で、この後タロットで深く見ていきます。この後じゃあ2人どうなっていくのっていうところで見ていきます。はい、では見ていきます。こちらから、見ていきましょう。まずお相手の優しさに癒される時っていうのが入ってきています。あなたとお相手が急接近する時っていうのは、あなたの方で気持ち的に落ち込んでいる時とか、状況的に今物事がうまく運んでいない時に新しく出会ったり急接近する可能性が高いかなと思いました。それをお相手が救ってくれる、心を癒してくれるような存在として現れてくるんじゃないかなと思います。はい、そしてお互いの気持ちが相性がいいんですよね。なので気持ち通い合わせていく上ですごく気持ちがいいな、心地いいなっていうふうに思うと思います。その後であなたの魅力をより開花させてくれるのがこのお相手っていうところで見ていきたいですね。お相手がすごく熱心に、そして誠実にあなたに愛情を注いでくれる、接してくれる。多分その一目惚れとかではなくて、好き好きとかっていうよりは穏やかに優しく人としてなんか接してくれる、尊敬してくれてリスペクトしてくれて、あなたを大切にしてくれて、まずあなたという人柄を大切にしてくれる、尊重してくれるので、そこですごく癒されるんだと思います。その後にあなたにいろいろとアドバイスしてくれたり、相談に乗ってくれたりとか、親身になって話を聞いてくれるんですね。忙しい傍らもちゃんと話を聞いてくれる人なんです。なので安心感がまず一番最初に生まれてくるでしょう。そしてその後にこの方からのアプローチや告白っていうのが訪れると思います。
そして2人の気持ち、関係性は満たされて、ちょうど良いバランスになっていく、あなたの気持ちが落ち着く、心が落ち着くんじゃないかなと思いますね。はい、そしてちょっとルノルマンで補足でもらっていきましょう。見ていきます。まずはあなたの気持ちが満たされるっていうのが言われていますね。このお相手と一緒にいるとほっとできるとか、あとは自分の将来について落ち着いてゆっくりと考えていけるようになる、視野が広くなっていくっていうのが言われています。自分のことを大切にしようって思えたりとか、そのお相手好き好きだけじゃなくて自分のことも好きって思えるような、そんな温かいぬくもりっていうのを感じられるようになっていくと思いますし、このお相手と交際とか出会ったことによって人脈が広がっていくっていうのが言われています。コミュニケーションが活発になっていって、ただしそれはとても穏やかなものであるっていうふうに出てきていますね。心地のいいものだと、あなたが今までもっとこうだったらいいのになとか、例えば自分にもっと優しくできたらいいのになとか、相思相愛の関係性が欲しいなとか、そのような理想を叶えてくれるような方なんですね。もう今までの自分とさよならできるような、こうなりたいなと思っている自分に近づいていけるような手助けをしてくれる方だと思います。より自己成長を促してくれるような方なので、あなた自身の経験、人生の経験もそうですし、自分の中で成長を感じられるような、そんなお相手になると思います。いいですね。すごく自分の中でもやってみたいって思っていたことに実際に行動に移していけるような、そんなあなたの成長っていうのが伺えます。例えば悩んでいることがあったとするんだったら、それに対してもう悩まなくてよくなったとか、自分の成長を通じてより自分の美しさに自信を持てたりとか、今の自分で大丈夫なんだっていうふうに思えたりとか、自分のことを大事にしてあげようって思ったり、またそれ以上にお相手から愛情をかけてもらえるし、自分もお相手に同じように愛情や優しさを届けたいっていうふうに思うと思います。この方穏やかっていう風にずっと伝えてるんですが、心の芯がしっかりしていて、すごく頼もしい方だと思います。決めるときちゃんと決めるし、導いてくれるし、あなたを力強く守ってくれるような方だと思うんですね。安心してこの方に身を任せてもいいのではないかっていう風に出てきています。もし自分が立ち止まったりとか悩んだりした時、自己嫌悪に陥るかもしれないんですよね。この方とうまくいかないとかじゃなくて、あなた自身が自分の中で葛藤を抱えた時っていうのは、この方を頼りにして何でも相談したりとかしてみてくださいと。なんか滞りが悪くなるような瞬間が訪れる、もしくはむくみやすかったり、あなたがあとは体の不調を抱えやすい、例えば睡眠不足になりやすかったりとか、睡眠不足になると翌日むくみやすかったり、例えばですが食生活が少し乱れるとすぐそれが顔に出たりとかしやすい方なのかなと思ったんですね。このあたりの循環を良くしてくれるのがお相手の存在っていうのが出てきているので、もう少し自分の体いたわろうとか、お相手と一緒にスポーツジムに通おうっていう風に何かが切り替わっていくような、そういう刺激を与えてくれるような方ですね。穏やかなコミュニケーションっていうのも感じられます。はい、このようなお相手との流れっていうのが見えてきています。この方との未来どうなっていくのか、この出会いはただの偶然ではなく、人生の節目を彩る重要な出会いになっていくでしょう。お互いの成長を支え合い、安心感とともに情熱を感じる関係へと進んでいきます。この方はあなたに新しい視点や価値観をもたらし、あなた自身がこれまで以上に輝けるように導いてくれる存在です。心を開いて自分らしくいることが、この出会いを引き寄せる鍵です。雪のように純粋で美しい瞬間があなたの冬を温めてくれることでしょう。はい、この方との可能性についてお伝えしていきました。ではお選びいただいたこちらのカードですね、魔法のクッキーを作りましょうっていうこのオラクルカードからメッセージをもらっていきます。
自分にも周りの人にもいいものを分け与えることができるでしょう。常にこれを意識してみてください。この冬、分け与えることですね。はい。自分も遠慮なくもらうし、そして遠慮なく分け与えていくし、ということで意識してみてください。そしてお料理が基地です。お料理に幸せな願いを込めること。これは運気を高める楽しい方法でしょう。特にクッキー作りはそのアイディアを実践するためにぴったり。お気に入りのレシピを使って材料を混ぜるとき、これまで楽しかったことや大切な人との思い出を思い浮かべてみましょう。その気持ちを込めながら唱えてみてください。これは魔法のクッキー。良い魔法だけを入れる。これを食べた人みんなが幸せに恵まれますように。と。そして焼き上がったクッキーをご家族や友人、大切な人と分け合って楽しく食べてみてください。幸せな気持ちはきっと周りに広がっていきます。まずその何かクッキーがおすすめなんですが、お料理しましょう、してみましょうっていうことで何か作ってみよう。もしその料理が苦手ですっていう方は自分の手で何かを書いてみるとか作ってみるっていうことがいいと思います。その作る過程で願いを込めましょう。みんながハッピーになりますようにと。そしてそのハッピーな思いをこれを味わうことで、または作ったものを見せたりとか感想をもらったりすることでコミュニケーションやり取りすることによって幸せな気持ちの行き来が行われますよっていうアドバイスカードでした。ぜひこのメッセージもお受け取りください。今回はこの冬あなたと急接近する人、新しく出会う人の特徴についてお伝えしていきました。お二人の未来がより良いものになっていきますように応援しています。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。この冬あなたと出会う人、または急接近する方の特徴についてお伝えしていきました。可能性の高いイニシャル、星座、出会う場所についても詳細にお伝えしていきましたので参考にしてください。はい、そして今回はこちらのアニマルタロットから、プチサンタ占いを行っていこうと思います。今私がどういうことをしていけばより良い運気を引き寄せることができるだろうかっていうことでもらっていきます。シャッフルしていきます。こちらから直感でお好きなもの、左、真ん中、右と1枚お選びください。選択肢に関係なく1枚お選びください。はい、では今回左から見ていきましょう。左をお選びいただいた方です。はい、コブラです。終わりと始まり。今どうすればより良い運気を引き寄せていけるだろうか。まず不要なものを手放すっていうワードが入ってきていますので、家の周りのお掃除、お部屋のお掃除をしたりとか断捨離、年末年始なので今それが一番いいかなと思います。新鮮な空気を取り入れて、お部屋の中に取り入れて気分転換をしたり、朝起きたら少し寒いんですが冬の空気、朝の新鮮な空気を家の中に取り込んだりとかするのも気分転換におすすめ。家の中の運気を新しいものに、新鮮なものに入れ替えてくれます。あとはそうですね、不要品を処分することっていうのも、断捨離ですね、もういいですね。そうすること、身の回りの整理整頓することによって新しく次に進むための第一歩となっていくと思います。まずはお部屋のお掃除だったり、あとは自分のスマホのデータの整理だったり、パソコンの整理だったりとか、デジタルなデータを整理することもいいでしょう。はい、今できることでした。次、真ん中をお選びいただいた方です。はい、今できること、ソードの8ですね。ホッキョクグマ。まず動けないと思っているのは自分で自分を制限してしまっているからです。
自分は無力だと感じ助けてほしいと思うというワードが入っています。助けが今欲しいと思っているかもしれませんね。自分は何もできないと思っているかもしれない。このとらわれているような心、気持ち、縛り付けられているものからまず解放させていくことが大切です。例えば目に見えてわかるところで、環境的なことで自分が動きづらいなと思っている原因があるんだったら、それを取り除くような作業が必要になってくるでしょう。そうではなくて、自分の心が今トラウマとかで、または新しい出会いに対して今明るい気持ちを持てていないのであれば、まずその気持ちのところから抜け出していくこと、自分の心を解放していくことが大切になってきます。ノルマンで1枚ヒントをもらっていきましょう。はい、山のカードですね。もしかしたら次々と今あなたの中にはやることがたくさんあって、変化の波に揉まれているように感じます。変化の波にうまく乗れていないように自分の中で感じていて、でも本当はあなたはこの山や波を乗り越えていける力を持っているんです。今この変化にあなたが自分自身で勇気を出して飛び込んでいく時です。怖いですよね。シャチに囲まれていてどうしようって、こんなちっちゃい氷の中に立っていて。ですがもう少し後ろの方には大きな氷があります。ここに渡っていく勇気、怖いですよね。だけどよくよく見たらぴょんって飛び乗っていけたりとか、実は自分の影に隠れているけどもう一つここに氷があって、うまく渡っていけるかもしれない。よくよく周りを見渡してみてって、実は怖いものばかりではなくて助けになるようなものも実は隠れている可能性もあるし、よく見れば見つかるよっていうふうに言われています。忙しいのかもしれませんね、あなたが。だとしたらまずその忙しさから抜け出すために一つ一つやるべきことをやって終わらせていきましょうっていうふうに言われています。また新しい出会いを求めている方は新しい出会いに目を向けて、今自分が一つ一つできることをやっていこうっていうふうに思って自分磨きをされるといいんじゃないかなと思いました。はい、乗り越えるべきものが自分の中にあるのではないかっていうふうに出てきています。では右をお選びいただいた方です。はい、より良い運気を引き寄せていくためにカップの5番です。時、喪失感を表します。何か失うものが出てくるかもしれないですが、まだ希望は残されているということ。落ち込んだり失望したり後悔したりせずに、新しい希望に目を向けてください。もう少しルノルマンでもらっていきましょう。より良い運気を引き寄せていくためにということで、あなたが今がっかりしていたり、こんなはずじゃなかったのにって思うようなことが今あるのかもしれません。ですが可能性はまだ残されていますよ。ハートのカードですね。あなたが今愛について考えていることがあるのかもしれない。例えばもうね、好きな人を諦めて新しい出会いに目を向けた方がいいんだろうかだったりとか、または好きなお相手と仲良くしていきたい、そのためにどうしたらいいんだろうって、まさに愛について考えていて、その中でそうじゃないなって思うこともあれば、まだ希望として残っているものもあって、希望の方に目を向けてくださいって。落ち込んで いるばかりだとこのハートに光が差し込んでいきません。自分の心を信じて、ハートを信じて、お相手に少しずつ誠実な思いを伝え続けていること、そして自分の中で今自信がなくなってしまっているっていうのも感じるので、自分に自信をつけるために自分自身愛してくださいねっていう愛情そのものを表すハートのカードが出てきているので、自分にたっぷりと栄養を与えることもしてみてください。はい、ということで今回はプチ3択占いで以上の3択で見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきます。12月はスペシャル企画として年末年始あたりにまた昨年同様に夜の妄想、夜のちぎりシリーズスペシャルを行っていこうと思います。こちら夏以来のスペシャルとなると思いますね。はい、なのでそちらをぜひまたお楽しみいただけたらなと思っています。もしリクエストなどありましたら、この夜の妄想シリーズに限ってリクエストなどありましたら、コミュニティ欄に投稿しておりますので、募集かけていますので、そちらの方にぜひコメント残してみてください。
お待ちしております。はい、では今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。